ターのズンダモンなのだ。今日はカリブ海の島国グレナダのニュースを3本まとめてお届けするのだ。その前に豆知識なのだ。グレナダという国名はスペイン語のグラナダ、サクロが由来で、スペインの都市グラナダにちなんで名付けられたとも言われているのだ。つまり名前のニュアンスにはサクロが隠れているのだ。それじゃあ早速一押しニュースから行くのだ。セントジョージバプテスト教会の牧師スタンフォード・サイモン早期退職を発表なのだ。グレナダはカリブ海に浮かぶ小さな島国で、首都はセントジョージズなのだ。かつてフランスやイギリスの植民地を経て1974年に独立し、イギリス連邦の一員で国王を元首とする立憲君主制の議会制民主主義なのだ。人口は約11万人で、観光とナツメグなどの香辛料を中心とした農業が主要産業なのだ。音楽やカーニバル文化が盛んで、近年は観光回復や気候変動対策が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。セントジョージバプテスト教会の牧師スタンフォード・サイモン早期退職を発表という記事なのだ。グレナダのセントジョージズバプテスト教会はシニアパスターのスタンフォード・サイモン牧師が2026年3月31日付で早期退任すると発表したのだ。サイモン牧師は20年以上この教会を導き、コミュニティ作りを掲げて奉仕してきたのだ。長年祈りつつ後継者問題を考え、今は神が必要な人材を備えたと判断し、安心してバトンを渡す決断をしたのだ。同日付でグレナダバプテスト教会会長とグレナダ教会会議の広報担当も辞任するのだ。教会は意向の安定のため、マトニア・マンロー氏が議長を務める牧師交代委員会を設置し、深い感謝を表明しているのだ。二つ目のニュースなのだ。2026、2027年ユネスコ参加プログラムにかかるプロジェクト公募という記事なのだ。グレナダ国連教育科学文化機関ナショナルコミッションが2026、2027年ユネスコ参加計画の資金支援プロジェクトを募集しているのだ。対象は省庁、政府機関、登録 NGO やユース団体で、教育、自然科学、社会、人文科学、海洋科学、文化、コミュニケーションと情報、統計分野の事業なのだ。若者の課題に取り組み、分野横断的で、ジェンダー平等を重視する企画が優先されるのだ。1件あたり最大2万6000アメリカドルまで申請でき、プロジェクトや専門家派遣、出版物、機材、会議開催、奨学金などが対象なのだ。応募締め切りは2026年2月16日で、承認は同年7月以降、採択者のみ連絡されるのだ。問い合わせはグレナダ国連教育科学文化機関ナショナルコミッションなのだ。3つ目のニュースなのだ。グレナダの学生に EC4100 万兆の奨学金が授与されるという記事なのだ。グレナダ政府は2025年12月17日、セントジョージのグレナダトレードセンターで国家奨学金授与式を開き、117人の学生に総額約4107万7463ヒラシカリブドルの奨学金を授与したのだ。資金はグレナダ政府に加え、セントジョージズ大学、キューバ、中国、米州機構、英連邦などから来ているのだ。地質学、環境工学、医療、データ統計、観光、IT など国家開発の重点分野に狙いを絞ったターゲット型の支援で、教育省デビッド・アンドリュー氏や高官たちは学んだ知識をクリティカルシンキングに生かし、卒業後グレナダと地域社会に貢献してほしいと呼びかけたのだ。ズンダモン、グレナダの新しい動きにワクワクなのだ。牧師交代や若者支援、奨学金が島の未来を育むなのだ。
にちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。